そりゃこの格好してきますよね。ということで本日ですね、第31回東京国際映画祭特別招待作品サイコパスシナーズ・オブ・ザ・システムケース1罪と罰ケース2ファーストガーディアンワールドプレミア上映にお越しいただきまして誠にありがとうございます。私本日の司会を務めさせていただきますあまりの顔色の悪さにユーストレス症候群が疑われております、ユーストレス欠乏症の可能性のある日本放送吉田久典です。よろしくお願いいたします。今回東京国際映画祭でなおかつワールドプレミア、そうなんです、皆様には初めて世界中で一般の方でご覧いただくということになっておりますので、それだけちょっと重みのある上映となっております。では若干厳かな雰囲気になりましたけれども、これからご登場される方の中に、関さんが混ざってますからね、はい、よろしいでしょうか。一言で言うとあまり固く迎えすぎてもどうかということでございますので、皆様お祭りですから、多少にぎにぎしくお迎えいただく準備はよろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは皆様大きな拍手でお迎えください。鴻上信也役関智一さん、宜野座信親役野島健さん、そして塩谷直義監督です。どうぞ。さあそれではお一言ずついただきたいと思いますが、まずは関さんお願いいたします。はい、私がサイコパスで鴻上信也役を演じています関智一です。よろしくお願いします。私がって珍しい出だしでしたけれどもやっぱりちょっと重みが通訳さんがいたんでなんかちょっと意識してちょっと、はい、そういう口調になっちゃう、ついそうなっちゃいました。そこも説明してくれてるみたいですね、どうも、はい、そこも通訳してくれてます、では続きまして野島さんお願いいたします。はい、私がサイコパス役ではなく宜野座信親役をやらせていただいてます野島です。皆さんこんばんは。本日はありがとうございます。そして、塩谷監督お願いいたします。サイコパスの監督をしております塩谷直義です。今日はありがとうございます。よろしくお願いします。さて早速なんですけどサイコパスのかなり好きな方の人間として新しい映像を見られるのをもう本当に待ってたんですけど、完成してまずじゃあこれは監督からお伺いしましょうか。はい、完成しての今のお気持ちというのを。今の気持ちですか。はい、まだ作ってるところはあるので、なんかまだ全然終わってる感じは全くなく仕事の合間に来たっていう、皆さんに会いに来たっていう、はい、感じです。じゃあ今日ももしかしてスタジオからいらっしゃったとか、土曜日だからさすがに今日はちょっと自宅作業だったりとか、あと作業されてたんですね、まだね。そうですね、もう最近は休ませてもらえないので、はい、だって何たってケース3がまだ完成してないわけですからね。してないですね。まあそうですよね。はい、すいませんので、まあ今日はねワン、ツーを皆様には上映ご覧いただくということになってるわけなんですが、じゃあ関さんもまだお仕事終わったなって気持ちはないですか。僕ですか。はい、僕はもう終わりました。音声の方、つまりシナリオは完成して音声は収録は終わりました。終わっている。はい。僕の中では完成品を見て、そこまでがその仕事かなと思ってますけど、もう僕にできることはもうないです。いやわかんないです。たまに関さんにご相談を鴻上のこの表情はいいかなっていうとか。本当にそんなことまで。はい。そんなこと言ったらもう相当ダメ出しますよ。ダメです。ダメ出し代があるのでここにテイクしてくださいって言って監督もね結構こだわりが強いですから、本当にすごいなと思いますが、そしてじゃあ野島さんにもはい、今この段階でのお気持ちを。そうですね、私はすいません終わってます終わってますってなんだ、もう収録したのは音声の方で収録したのは去年の6月とかもっと前でしたっけ。1年半ぐらい前とかですかね。2017年6月ぐらい前でした。だからまだできてなかった、やっとできたんだと思ってすごく楽しみにしてた分、そうですね、なんかもう見るのもかなりじっくり何回も見させていただきました。それだけ手間というかね、余裕ということもないでしょうけども、お時間をかけて制作を。余裕はないですね。でもそれをもう手伝いましょうか。大丈夫ですか。僕にできることがあれば。
ギノザ役をやっていただける野島さんにもうないみたいですね。なんか違いますけどできることが違います。そこに集中していただける。はい。まあでもこれ発表されてから本当に待望だった今回の、劇場で3作公開されるという、はいはいこのサイコパス SS シナーズ・オブ・ザ・システムというサブタイトルがついてます、はい、この意図とか意味みたいなものを監督にお伺いしたいんですけど、聞きたい。意図は、はい、例えば今まで作った作品でいうシリーズでいうと、テレビ1期でセカンドシーズンがあって、ムービー1があって、でやっぱり例えばテレビとムービーっていうものとまた別枠だと思って作ったのが SS ってまた別の名称をつけたかったっていうのがあります。なるほど。要はスピンオフ的な。そうですね、サイドストーリーとかけてるところもあるんですけれども、SS その読み方もありますね。要は例えば今まで作ってきた作品だとやっぱりもっとこうすっごい大きいスケールの事件に挑む男たちや女性の話を描く、もうちょっと今度システムとかそういう世界観よりもっと絞ったところに焦点を当てたかったので、ちょっとその今までの流れとはまた別の形でサイコパスを作れないかなと思って作った時に思いついたのがこのシナーズ・オブ・ザ・システムっていうサブタイを作った流れのもんです。今関さんがこのお話の始まる前に小さく知りたいって言ってたんですけど、聞かずにお仕事を一回終えられている。そうなんです。この SS っていうのがついてるのちょっと気づかなくてはいはい、多分アフレコした時になかったかもしれないです。そうですよね。そうなんですか。そうなんですよ。ないんですよ。はい。ちょっとすみません、野島さんも今思い出して都合よく乗っかられていらっしゃいませんか。なんかサイコパスの最後のSS が半ズレしてこうダブっちゃったのかなと思って最初。サイコパスススめっちゃスが長いですけど。そうなんですよ。わらわらわらみたいな感じで。サイコパススってなってんのかな。大草原みたいな意味ですね。まあでもこの SS はそういった意味があって、そうですね。で本当にサイコパスは一番初めのテレビシーズンはうろぶちさんがやってらっしゃって、天の神さんも手伝ってらっしゃいましたけど、セカンドシーズンは産方父さんが作ってたりとか、もう本当にスタッフ陣がもう豪華なことというか、もう実力ですよね。人気ともにね、こう折り紙付きの方々がやられてるわけですが、今回の SS、このシナーズ・オブ・システムズに関してはスタッフィングってのはどうなったんですか。脚本はもう発表されてはいるところも媒体もありますけれども、ケース1が吉上亮さん、で2、3と深見誠さんに、もう深見さんはもう同い年なので、もう変なしこういろいろ長いじゃ長いいろいろあるんで、ちょっとどうしても深見さんと作りたいお話があったっていうのが23だったっていうのが超でかいですね。でそして今回吉上さんは初めて。そうですね。吉上君は小説の方でサイコパス作っていただいてたりする中で、アニメの脚本としては今作が初になりますね。初めての脚本がサイコパスってちょっとハードル高いですよね。やっぱりそうですよね。でも作られてはいるので、もうサイコパスの世界観はものすごく全部入っている中で、今回どうアニメとして消化していくかっていうのにすごく努力をしていただいて、これはもう勝手なイメージでしかないんで間違ってたら申し訳ないんですけど、関さん、野島さんがこうシナリオを受け取られて、それからいわゆるアフレコに行かれるわけじゃないですか。やっぱりサイコパスって脚本のレベルが他の作品に比べて圧倒的に高いなっていう気がするんですね。もう受け取った時にやっぱ緊張感とかなんか考えることが普通の作品と違うとか、そういったところってのはあるんでしょうか。もう私本当頭も悪いので、こう一回読んだだけで全然分かんなかったりするから、でさらにこうアフレコもするんですけど、絶対この映像が全部ついていろんなキャラクターたちが出てきて、完成品を一回見てから収録したいってぐらいそういう思いぐらいすごく複雑にできているので、頭フル回転でした。いやでも知ってます？野島さん子供の頃すごいプログラマーでこれ嘘じゃないんですよこれリアル野島さんの話。野島さんが
マジの話パソコン雑誌に投稿して野島さんのコーナーがあったぐらいだったんですよ。そうですね、ってことをプログラム今年お伺いして実は20年ぐらいお付き合いがあるんですけど、僕そのコーナーの読者だったんですよ。っていう人が頭悪いわけないじゃないですかっていうことを言いたいんですけど、ありがとうございます。でもやっぱりじゃあ脚本チェックとかちょっとスッと簡単には済まないですよね。その全体像を捉えるにはそうですね。自分のやるべきことっていうのはまあ、ある程度はつかみやすいところはあるんですけど、ね、作品の全体感ってやっぱり難しい、とても複雑にできてますよね。関さんはいかがですか？こう脚本を受け取ってから現場に行くまでの役者さんの仕事としては。脚本をまず受け取りましてね。受け取りました。お、ここに小芝居が始まった。脚本を受け取りまして、でやっぱりずっと心待ちにしていた続編ですから、その重みをまず受け止めまして、リアルな重さですよね今ね。そうです。ちょっとこう受け止めまして、それをまず自宅に持って帰って。そう、ちょっと長くなりますかこれ。多分自宅に持って帰るんだろうとは思ったんですけど。やっぱしばらくちょっとまずこう読まずにこう少し熟成させるんですよ。塩谷さんすごい仏のような顔で見てますけど、やっぱすぐ読んじゃうと、やっぱなんかちょっとこうありがたみがみたいな、さーっと読んじゃうと、やっぱなんかこう先入観がこうファーってなんかこうあれなもんですから、ちょっと一回こう置いてですね、落ち着いて気持ちになってから1ページずつこう紐解いていく。それすっごいわかります。でもね、そういう方がね。そうなんですよ。なんかすごく大事な作品とかってその日のうちに開けないもんなんです。そうなんですよ。でこうちゃんと上からスタッフからこう一人ずつこう見て。本当ですか？そうです。いや本当にそうなんですよ。で、とりあえず一旦こう最後まではね一回こう見て、でそこからこう戻って今度その場面を見て、でそこからこう自分の芝居をどうするかみたいな、こう全体からこうミクロな方へ、マクロからミクロへの冒険が始まるわけです。なぜ冒険ってつけたんですか？せっかく大事な話して役者としてねこの作品の中へダイブしてこう冒険するっていうことですね。一番初めにじゃあ読まれる時はもう本当に初めて接するお客様みたいな気持ちで脚本読みながらこうなるのってびっくりしたりしてるっていう。そうです。まず全体像を把握するっていうところが大事かなというお話です。でもいやわかります。サイコパスはそういう話な気がそうですね。しますが、でそうやって丁寧に読んでいただいて、今日はまあ初めてワールドプレミアとしてこれから公開される、上映前なんでいわゆるネタバレはできないと思うんですが、もう何も喋れないんですよ。だから今日は本当そう何も知らないんですよね皆さん。ですよね。本当何にも。これもうみんなの今日の楽しみを今一瞬にしてぶち壊すことだ。やめてください。いやできるでしょうけどもそれはぜひ2時間その間は関さん監禁します、場合によっては。そうですね。その間、いやでもただまあこの仕事をさせていただくので、そして皆様も作ってそしてご覧になってると思うんですけど、面白いな。面白いですよね。まず一つ言えることは面白いです。ちょっと待ってください、それ説明としてだと思うんですけど、じゃあまあ面白いですけど、これじゃあワンツー通じて関さん的な注目ポイント。注目ポイントですか？これはだからまあその皆さんもねもうすでにご存知な情報としては、誰がメインで出るかっていうのはなんとなくビジュアルでこう知ってらっしゃるので、そこから推測していただけると、まあ1個目はねこのギノザと下月監視官が映ってますから、まあ大体そのぐらいの時代の出来事。だからこう2がこうあっち2ですよね。2がケース2、あなたのお父さんの正岡智美と、あと菅生、あれ2人出てますけど、これ今までの作品中だとなんか不思議な感じですよね。2人がタイムリープしないと。これはどこの時代なのかってことを考えると、僕はメインビジュアルは3になってますけども、まあ出演してる可能性があるなみたいな。2ね。でもそう、なるほどね。ものすごい。そんなことも聞きたくなかったんですか？
じゃあもう何も言えないじゃあもう何も言えない。でもそれも別に確定してるわけではないですから。そうなんですよ。時期的にってことですよ。いてまだ存在し東京にね、いてもおかしくないなって、日本にいてもおかしくないなっていうことですよね。映画でね堂々世界に出ていっちゃったりしてますからね。そうなんです。サイコパスね。はい。じゃあ野島さんの注目ポイントみたいのを今言える範囲で。僕バカだから全部言っちゃいます。いやだからそれ偽装に使わないでください。そうですね。どこまで言えるかわかりませんが、まあなんとなく僕罪と罰の方は時代背景も時系列もなんとなく感じ取れるかなと思うので、まあ彼らの何か成長なようなものを楽しんでもらえたら嬉しいかなと思います。そうですね。これぐらいですよね、言えるのね。そうなんですよ。これを監督にお伺いすると、ケース1、2こんなところ見てほしいみたいのがありましたら。そうですね。何も言わない方がでも絶対楽しいと思うんですけど、そうですね。もし監督大きい感じで作りました。もし監督、今日お母さんがもしご覧になるとしたら、なんかお母さんに向けて言いたいこととかあります？斬新。そういう考え方もありますね。刑事物だってことさえ分かればなるほど分かりやすいかな。なるほど。思いますね。確かにお母さん刑事物です。なんかちょっと大きいだけ言っちゃうとなんか変な匂いがするんで、一個だけ付け加えさせていただきますと、いろんなものをこう入れ込んで作ってます。何を言ってるんだ。例えばどんな代表的な入れてるものを知っておいた方がいいキーワードがたくさん散りばめられている感じがいっぱいあるので、知っておいた方がってことは、まあ今後のためにってことですか？なんか今後お考えなんですか？そうですね。なんか今後お考えですかね。監督の頭の中にはね。そうですね。なるほど、そうなんです。なぜ関さんが追い詰めているのかがわからないんですけど。いやだってなんか知っておいた方がってね、まあケース3のためにもってことですね。それも踏まえた。またね、未来のお話ですからね。そうですね。この現代とその未来とのね、どういう風につながっているのかなんてこともその通りです。さあそして、で今日は実は初めてお伝えする情報というのがこの場でございまして、今日解禁の新しい情報なんですが、まずは本作のキービジュアル、こちらをですね初公開させていただこうということで、今随分黒いね、黒いですね。いや違う印刷ミスでしょ。これ斬新だな、これキービジュアル斬新ですね。じゃあすいません、これをですね幕を関さんと監督にちょっと同時にできますか？開けていただきたいと思うんですけど、そんなに難しくはないんじゃないですかね。ではお願いします、どうぞ。せーの、じゃがちゃん。素晴らしい。はい、かっこいいですね。かっこいい。かっこいいです。マジかっこいいです。すごい綺麗。本当にかっこいいんですけど、今回は3作まとめてのキービジュアルは今こうやって作らせていただいていまして、でそして1作ずつ別々のキービジュアルもあるということで、なるほど、そちらに関しては皆様に画面でご覧いただこうということになりました。完全に後ろ向きます。でそしてよく見ていただくとそこに初公開となる公開日も記載されておりますので、ここに書いてある。一つずつ追っていきたいと思います。ではまずケース1からいきましょう。ケース1、罪と罰はこちらです。じゃじゃん。お、かっこいい。かっこいい。これはもうまさにギノさんが、あれ私が声やってるやつです。もちろんです。抱っこされてるやつですか？違います。もたれた。可愛いですけどね。あっちのコートの方です。かっこいい。これはもうでも時代的にはもう眼鏡もかけてないしね。そうですね。これはもう僕がもう日本にいない頃ですね。これ髪の毛が長い頃ですもんね。長い頃ですもんね。そうですね。そして下月管理官がどうやら今回はというですね、そんなビジュアルになっているかと思いますが、すごいでもそのストーリーをすごい凝縮されてる感じがありますね。あります。野島さんは感じますね。結構今回は全部イメージがなんかどういうお話なのかなって想像できるような各ケースごとのキービジュアルは作らせていただいて。なるほど。下月監視官のそばかすが
このアップになると意外とそばかすありますよね。そばかすあります。かわいい。可愛いそばかすが。そばかす、これそばかすですよね。それちょっとちょっと傷ついてるところもあります。でもそばかすなんて気にしないんでしょうね。ね、なぜそうですね。なぜキャンディーキャンディーかわいい。はい、ということでこちらがですね来年2019年の1月25日金曜日公開です。すごい。はい、よろしくお願いします。これが今から見ちゃうのよ。みんなまずね。 1本目こちら今日ご覧いただきます。そして2本目がですねケース2、はい、こちら。ファーストガーディアン。こちらはこうなってます。かっこいい。かっこいい。父さん、お父さんめっちゃかっこいい。今回父ちゃんかっけえな。お父さんの作がやばいっす。やばい。めっちゃかっこいいっす今回。本当に。そうですね。すごいよ。うんもうめっちゃかっこいいから。今回は正岡さんそして菅生の菅生さんがなんかいつつもの格好とまた違いますもんね。そうですね。ねえ。はい本当だ。どうしたの？コスプレハロウィンだからあー今日そうかそっそうですねか、。合わせてるんですね。コスプレで潜入捜査みたいな。ね、でも公開日を考えるとハロウィンよりだいぶ後なんですよ。ですね。まあでも今日はね今日に合わせてだったらそれもありかもしれませんが、そうですね。はいはい一応公開の方はですね2019年2月15日金曜日です。はい。後ろで笑ってるやつ誰ですかねあれ。あれはそうですねね気になりますね。左上のあところに何らかの関姿が、さんですか？れあれ僕ですか。かね、笑い上手なのかな。ねなんだろさあ監督がもう本当に孫を見るような目で2人を見出しているという、う。はい。はい、ところですが、それでは、このケース3に関しては本日は上映はしませんというかまさに今作ってる最中とそうですね。ちょっとこれお話こっちはもう完全に初出がいっぱい多いので。っていうことですよね。ではご覧いただきましょう。ケース3音州の彼方にのキービジュアルです。どうぞ。ザザン。おすごい。渋み。これはさっき監督からいただいた情報によりますとこの音州の彼方にのはいそうですね。このメインビジュアルになってるこの甲紙ね、はいこれ白い線画になってますけなってどますねはいこっちだとおしゃれ色がついてるっていうね本当だあ、はいとこで本当だ同じ絵なんですけどはい表現が違うっていうこれなんか真っ白に燃え尽きたぞっていうイメージなんですよね。明日にもの感じれるかなと。明日の女王のイメージだとそうですね。今僕も完全にボクシング終わってるなって思ったんですけど、そうですよね違うだろうなと。だから甲紙がもう白く燃え尽きてるっていうええ。ところでのかどうか見ていただければいいです。そうですねね感じていただけると結構これってすごい本当にもう物語のいろんなものが出てますから。出てますね。しかもなんかすごい大股の女の子そうにですね。めっちゃなんかそんなとこ危ないよって言われてねますかね。追われてますけどあれがどういうそうですね。状態なのかですよね。でこちらが音州の彼方にというタイトルで、はいよく見ると後ろにこうなんか空欄みたいにアンダーバーがはいついてるのがこれ正式なんですね。そうですね。これを、はいは僕の方でつけて藤岡弘店みたいなことですよね。そうです。これはそうです。いやそうです。でも本当はそうですとおっしゃってます。うんええね本当そうなんです。そういうことなんですねはいはいそういうことです。まだ見ていただければわかるかなわかるとは思うんですけど。これだから先ほどね楽屋でもちょっと話題になりましたけどこのタイトル「音州の彼方に」っていうこれが大正時代の菊池寛さんというねあはい小説家のはい小説のタイトルと同一なんですけどもこれを皆さんは読んどいてくれるあそうとですね。この第3話の「音州の彼方に」がより楽しめるということなんで皆さん新潮文庫で発売されてますんでぜひちょっと「宿題です音州の彼方に」を読んではい来年の3月を待っていただけるとはい楽しいかなと。そうですね。はいそうなんです。こちらのはい3月8日ですよね。そうですね。ですね3月の8日にはい公開にケース3はなることになっております。はいちなみに今回キービジュアルはすべてキャラクターデザインの恩田さんにもうバッチコンとこういう絵を描いていただいてはいしびれましたので、はいですよ本ね。編もそはいのしびれた感じになってますので、そうですね。はい。ではでは大変皆様お待たせいたしましたが、はいせっかくの本日のですねこの席に際しましてはいフォトセッションのお時間とさせていただきたいと思いますが写真撮り放題。持ってこなかった俺カメよラ。はい、皆様じゃあこれからですねフォトセッションとさせていただきますので今の時間のみ一般のお客様も写真撮っていいんですよね。はい今のお客様、お時間のみ撮っていいということですのでぜひ撮っていただきましょう。じゃあまず真ん中から見ていただくというかはいガイドしていただく方もいらっしゃいますのでぜひ撮っていただきたいと思います。俺も撮ろう。すっごい連写している人がいる会社に。あ、野島さんありがとう。
状態で。いや、そういう映画じゃないですよ。時期的にも微妙に1月25日とかだしな、いけなくはないですけど。ではじゃあ最後にですね、皆様にまた一言ずつご挨拶をいただきたいと思います。では野島さんからお願いしてもよろしいでしょうか。はい、とにかく先入観なく、見ていただきたいので、私が先ほど喋ったことは一回全部忘れていただいてですね、ひたすら、細部までつぶさにご覧になって楽しんでいただければと思います。どうぞよろしくお願いします。本日ありがとうございます。ありがとうございます。では関さんお願いいたします。はい、今日はワンツーご覧いただきますけれども、3まで揃って、この一つのねエピソードという感じ、大きいくくりでもなってる部分があります。どういったところが大事なのか、皆さんこの本編を楽しみながら、大いなるこのサイコパスの世界観の流れも踏まえてっていう、このもう一個の視点を持って見ていただけると、より楽しいことがあります。どうもよろしくお願いします。あまり言えない難しいところですけれども。そうです。はい。さあそして、最後に塩谷監督お願いいたします。はい、今日は本当にありがとうございます。本当にスタッフ以外で見ていただくのが今日が初めてなので、すごいドキドキしております。私はもちろん自分で作っておりますのでそうなんですけれども、スタッフも本当に苦労してもうとことん突き詰めて作っております。見ていただければそれが伝わると思います。本当に会社にも迷惑をかけております。ちょっとここはお願いがあるんですけれども、もし今日見ていただいて面白かったなと思われた方、思われると思うんですけれども、思っていただけなければ困るんですが、ぜひともですね、いや言うてもいろいろな抽選で皆さんすごく素晴らしいラッキーなというか、いろいろ本当に素晴らしく今日偶然来れたという方々が500人や何人かおられると思うんですけれども、ぜひお力を、この作品がヒットしない、面白いとヒットしないといろいろ暗い人生が待っておりまして、私だけならまだしもやっぱりスタッフのモチベーションは見ていただけるお客様が面白いと言っているだけで本当にすごく勇気づけられます。はい、もっと頑張ろうと思います。ぜひともこれからも応援よろしくお願いします。そして全部詰め込んでありますので、最後までずずいと楽しんでいただければなと思っております。今日はありがとうございました。ありがとうございました。以上をもちましてサイコパスシナーズ・オブ・ザ・システムケース1罪飛ばすケース2ファーストガーディアンワールドプレミア上映舞台挨拶終了とさせていただきたいと思います。塩谷監督、関智一さん、野島健二さんに大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。ゆっくり楽しんでください。